ハエが引き起こす被害と対策。イントロダクション。生活の中で常に私たちの周りに存在し、見かける小さな昆虫、それがハエです。ただうざいだけではない、ハエが引き起こす被害と、その対策についての議論は、私たちの日常生活に、密接に関連しています。ハエによる被害は見過ごされがちですが、それは深刻な問題を引き起こす可能性があります。この動画では、ずんだもんと四国メタンの対話形式で、ハエの問題とその解決策について詳しく解説します。ハエが引き起こす被害。ハエってただうざいだけなのだ。それは違うわよ。ハエは食物を汚染して、さらには病原体を運ぶことで人間に感染症を広める可能性があるの。例えばサルモネラ菌や大腸菌など、食物を通じて人間に感染する病原体を運ぶことがあるの。これらの病原体は重篤な食中毒を引き起こす可能性があるから、ハエの存在は決して軽視できないのよ。それは怖いのだ。だからこそハエ対策が大切なの。ハエの生態と繁殖。ハエはどうやって増えてくのだ。ハエは腐った食物やゴミなどに卵を産むの。それからその卵からは幼虫が孵化して数日で成虫になるの。だから衛生状態をよく保つことがハエを防ぐ一つの方法なの。特にゴミ箱はハエが好む繁殖地だから、こまめに清掃することが重要なの。またハエは暖かい環境を好むから、夏場は特に注意が必要よ。なるほど。だからゴミ箱周りにハエが集まるのだな。そうね。ハエは暖かい環境を好むから、夏場は特に注意が必要よ。ハエ対策の具体的な方法。ハエを防ぐにはどうすればいいのだ。まずは食べ物やゴミをきちんと管理することが大切よ。特に夏場はハエが活発になるから、食べ残しやゴミはすぐに処分することね。それから窓に網戸をつける、虫除けスプレーを使うなどの方法も効果的よ。さらにハエ取り紙や電子式のハエの毛も考えてみてね。これらの対策を組み合わせることで、ハエの侵入を効果的に防ぐことができるわよ。たくさんの対策があるのだな。そうね。これらの対策を組み合わせることで、ハエの侵入を効果的に防ぐことができるのよ。まとめ。ハエが引き起こす被害について理解し、適切な対策を講じることは、私たちの健康を守るために重要です。ハエによる被害は見過ごされがちですが、それは深刻な問題を引き起こす可能性があります。我々は、日々の生活の中でハエと上手に共存するために、その生態を理解し、適切な対策を講じることが求められています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。